こんにちは、アンナスです。今日は糸の引く力の話をしたいと思います。よく聞かれるんですけど、糸を引くとき、刺繍してグッと引くときにものすごく引っ張ってしまう人とか、ちょっと手が緩いとか、自分ではよくわからない。で、人に聞いてもよくわからない。このあたりの、ちょっとね、曖昧な話にはなってしまうんですけど、どうしたらいいのかっていうのをちょっと話をしたいなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、糸の引き具合をよく聞かれるんですけど、どれぐらいの力で引っ張ればいいのかとかって言われても、その数字で答えられないので、あんまり強すぎずあんまり弱すぎずみたいな説明になってしまうんですが、適度なのっていうのは人それぞれもうやってもらってこれぐらいかなっていうのを掴んでもらうしかないんですけど、気をつけなきゃいけないことっていうのは、引く力、その力加減を均等にするっていうのが大事で、例えば編み物とかの場合でも、私編み物って言ってもそんなに詳しくなくてマフラーぐらいしか編んだことないんですけど、小学校のね家庭科でマフラーを編んだことがあるんですけど、なんか棒針編みでこうやってずっと編んでいきますよね。でイメージとしてはこうやってきっちり揃ったものが出来上がるといいんですけど、小学生の時の私はなんか強かったり弱かったりとかするので、結構デコボコしたこれ編み物ねこういう感じの仕上がりになってたんですよね。これは美しくないですよね。使えなくはないですけど、やっぱりその引く力っていうのをきっちり揃えて、手の力を同じにしないとやっぱ綺麗にできないっていうのと一緒で、刺繍も緩い人は緩くていいんですけど、もう緩いんだったら緩いままずっとやってもらって、きつい人はもうきついなりにずっとそのきつさを保つっていうのが一番大事だと思います。でちょっとサテンステッチだと見た目が分かりづらいかなと思うんで、チェーンステッチで説明します。例えばチェーンステッチ、私だったらこれぐらいの感じ、今6本取りでこれぐらいの感じなんですけど、もう一回決めたらこの幅とか、あとその引っ張る時のふんわり具合、こうふわっとさせる、あんまギュッてやらないでこれぐらいかなっていう、この力を全部同じにするっていうのがとても大切。例えばすごいここが長くなってしまって、そしたらこうだんだんねチェーンステッチのがあんまり綺麗じゃなくなってきますし、であとこの幅をちゃんと揃えてたとしても、引っ張る時に私はいつも10としたら8ぐらいで押さえておこうって思ってやってるんですけど、10ギッチギチにもうグーって引っ張りすぎると潰れてしまったりとかするので、その辺の細かい話は自分でなんかいろいろ試してみてやってもらって、これぐらいかなっていうのを見極めたら、あとは同じ力加減でずっとやっていくっていうのを心がけてやるとうまくいくと思います。サテンステッチもそうですよね。グーって引っ張りすぎの人もいるかもしれないですけど、全部引っ張り、もうギチギチに引っ張ってやるタイプの方だったら、もうそれでなんか緩かったり緩いのがあったり強いのがあったりするとたるみが出てくるんですよね。サテンステッチの場合だと、この緩い糸があったりきつい刺繍糸があったりするとこういう感じで、だからできるだけ引っ張る方がいいんですが、あんまり引っ張りすぎるとね、布がつってきたりとかするから、その辺の加減はちょっと自分でなんか何個かやってみて、これぐらいかなっていうのはもう自分で調べるしかないですね。その引く力になんか握力みたいに数字とかそういうのがあればいいんですけど、特にないので、それはもう何個か試してやってもらって、これぐらいっていうのを自分で決めてください。
ということで頑張っていろいろ試してみるっていうのも大事だと思います。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。